子供の時ってイカは硬くて食べづらくてあんまり美味しくないお寿司の代表みたいな感じだったのが、なんか大人になると突然美味しさに気づきますよね。なんかビールみたいに。ということで皆さんこんにちは。イカは食べるのも見るのも大好きな水チャンネルです。今回は水中エギング極みということで、エギというイカ釣り用のルアーを使ってイカたちの反応を見ていきたいと思います。ちなみに皆さん、イカたちってどんな風にこの世界が見えているかご存知でしょうか？最近の研究によると、アオリイカたちの視力はなんと 0.6 ぐらいあるそうです。メガネを外すと僕の視力が 0.3 以下になっちゃうので、僕より全然目がいいですよね。イカに負けちゃってます。そして今回の重要な検証要素が、イカたちが色にどう反応してるかなんですけれども、実はイカたちって色はほとんど見えていないそうなんです。報告されている論文なんか見てみるとですね、イカたちが見ている波長は480ナノメートルぐらい。これはおよそ紫から青色に見えてるっていうことだそうです。つまり、アオリイカたちが見ている世界っていうのは、あんまりカラフルじゃなくて、どちらかというとほぼモノクロにしか見えていないみたいなんですね。しかしですね、皆さん、イカ釣り用のエギというルアー、いろんな色が販売されているんです。そして、イカ釣り、このエギングをされている方なんかは、雨の日はこの色がいいとか、色によって釣果が変わるっていう風に言われているんですね。では、果たして本当にエギの色の違いっていうので、イカたちの反応が変わるのか、それをですね、今回は検証していきたいと思います。そして検証の前に皆さんにお願いです。実はエギングのこのエギたち、すごく根がかりしやすいんです。イカ釣りの根がかりした釣り具があちこちに落ちていまして、今の釣りゴミの問題にもつながっているんですね。ですので、イカ釣りを楽しんでいる皆さんはですね、根がかりに配慮して、そしてこうした海中の釣りゴミがね、減るようご協力をよろしくお願いします。検証の仕方は至ってシンプルです。こちら今映っている2つのエギ、1つは緑色、1つはピンク色をしています。このエギをですね、同時に動かすと、じゃあどちらにイカが反応するかというのを見ていきます。ただ水中エギングの一番難しいところって実はイカに出会うことなんですね。イカがいないところでいくらやってもあいつらはやってこないんですよ。ということでまず最初にこの安定のムラムラチェリーを使ってまずはイカがいるかどうかで呼び寄せます。なので厳密にはちょっと検証したい内容とズレが出るんですけれども、ムラムラチェリーに寄ってきたイカたちって途中から緑色のエギが混ざってくると、じゃあそっちの方に目移りするのかっていうことでもあるんですよね。例えば色にこだわりがあるんであれば寄ってきた方のムラムラチェリーをずっと追い続けるんじゃないのかなって思いますよね。で逆に色にこだわりがなければどちらか一方に偏らずその時その時で変わるのかなっていうことなんですけれども、皆さんどう思いますか？ちょっと予想してよかったら全部を見る前にコメント欄にぜひコメントお願いします。ついでに高評価もよろしくお願いします。ということで予定通り近くのイカたちを召喚することに成功しました。まずはこのムラムラチェリーのピンク色に寄ってきてますね。今寄ってきてるのはこれ実は今年生まれた子供たちなんですよね。ですので春の大人のイカたちはまた反応が違うかもしれませんけれども、ただこういった検証で実は一番イカたちが反応するのってこの子供たちの頃なんですよ。好奇心が一番強いんでしょうね。バッチリ寄ってきているんですけれども、ただね、なかなか抱いてくれないというか、かなり警戒心持ってますよね。いや、警戒心なのか、そもそも興味があって寄ってはくるんだけれども、餌なのかな、餌じゃないのかなっていう風に、どちらかというと怪しんでるというよりは、それが何なのかわからないけど、すごく興味を引くものっていう感じでね、寄ってきてるのがわかります。これ見てるのすごい可愛いですよね。正直ね、イカたちってほんと頭良くて、水中エギングの一番の面白さってこのイカたちの反応なんですよね。これ見てるともう検証内容云々よりもイカが可愛くてしょうがないっていうね。これをね、可愛いんだけれど美味しいっていうね。さあ、ムラムラチェリーにはバッチリ寄ってきました。抱きはしてないんですけど、ご覧の通り、1匹だけずっと追いかけてますよね。イカたちって反応するイカが群れの中で決まってるんですよね。順位がどうもあるみたいで、例えばこのシーン、奥からもう1匹イカが来ましたが、これ手前のイカがね、威嚇して近づかせないようにしてるんですよ。それを受けて相手も後ずさりしていますよね。これがね、イカたちの順列みたいです。
この辺の関係性も結構奥が深くて、またいつか動画化したいと思います。で、今、一番優先的に捕食できる権利を持ったイカがバッチリ寄ってきました。じゃあ、ここでですね、続いて緑色のエギも登場です。で、このエギを登場させることによって、じゃあ、今度はどっちに反応するのかということです。でもちろんピンク色のエギもですね、このまま一旦置いておきましょう。これではまずは1しゃくり目。この時はまだ追ってはきていませんね。さあ続いて2しゃくり目です。はい、ちょっと後ろの方に様子を見てるのが分かりますね。ちなみにこの子はさっきムラムラチェリーを追いかけていた子と同じ個体です。これで3しゃくり目。だんだん近づいてきてるようですね。4しゃくり目で、はい、完全に先ほどのムラムラチェリーに示していた反応と同じになりました。さらに5しゃくり目ではですね、もうめっちゃ寄ってきてますね。もう先ほどと全く同じです。で、ここから見るとですね、一つ分かったことがありますね。やっぱりエギは動いていることが重要だということですね。置いたままのムラムラチェリーにはもう一切反応しないんですよ。動いてる方を追うっていうのは、まず基本的にすごく重要みたいです。それがたとえついさっきまで動いていたエギであっても、それでも隣に新しく動いてるエギが来ると、そっちの方に行くっていうことですよね。これ結構面白いですよね、反応として。だから色うんぬんっていうよりも、優先順位で一番高いのは色よりも動きということが読み取れます。もう全くほら、同じ止まってる状態でもこんな感じでね、さっきまで動いてた方を見る習性があるんですね。すごいね、面白いよね。いや、すごいよね、これ。で、ここでね、しばらく動かさないでいるとね、あれみたいな感じでちょっと離れるんだけど、少し動かすと、何何みたいな感じでまた寄ってきて、イカパンチまでしてくるっていうね。いや、イカたちほんと面白いっすね。もしかすると、皆さんがエギングしながら、なかなか今日釣れねえなーなんて言ってる時の海中はね、こんな感じでイカたちがね、こう、イカパンチを繰り広げてるかもしれない。さあ、ここまで見た感じはですね、色による反応の違いって全く確認できなかったんですけど、じゃあここからもし2つ同時に動かしたらどうなるでしょうかということで、これかなりテクニックがいるんですけれども、このエギ2つをですね、私1人が水中で両方同時に動かします。そしたら果たしてどちらに反応するでしょうか。いや、これちょっと面白いですよね、実験として。ではやってみましょう。さあ、まずは大きく動いたのが緑の方で、それに勢いよく向かっていきましたけれども、はい、同時に上がりました。さあ、どうなる？両方同時に落ちてくるんですけれども、どっちについてくる？ちょっとムラムラチェリーが見切れちゃったけど、今は緑の方ですね。緑の方を追っているような感じがありますけれども、果たしてこの後どうなるでしょうか。これもまだ緑ですね。先ほどまで動いていた緑の方をちょっと集中して見てるみたいで、ピンクのムラムラチェリーの方には寄ってこないかな。はい、また緑ですね、これ。また緑をずっと追ってますね。これ面白い反応ですね。これどちらかというと、さっきまで追ってた方を追ってる可能性すらあるのかな。さあ、どうなる？ここは一旦様子見で近づいてこないで。やっぱり緑の方か。さあ、そしてまたしゃくりましたら、はい、チェリーが落ちてきて、緑が落ちて、緑を見てますね。完全に緑。奥の方の2匹目も緑を見ている。もしかするとそういうことかな。おっと、ここで、なんと、ムラチェリの方に寄ってきた。なんとですね、ここ意外にも緑を追ってたと思ったら、今度はチェリーの方を追い出しましたね。さあ、これは今度緑だ。これね、ずっと同じ個体なんですけど、これは、両方追い出したかついに。次もう一回しゃくり上げて、下ろすと、次はどっちだ？次はどっちに来る？次は緑に来てますね。これ、緑が優勢のようにも見えるんですけれども、ちゃんとチェリーの方も追ってますね。はい、次は次はチェリーだ。そしてもう一回しゃくって、はい、次はどっちだ？
手前にチェリー、奥に緑。寄ったのは、はい、どっちも寄らなかったので、もう一回。すると、チェリーだ。今度はチェリーに寄った。いや、これどっちでもいい説。これ、どっちでもいい説あるな。色関係ない説。動いてたら、自分が気に入った動きをしてる方に、興味を持って寄ってきてるまでありそうですね。ということで、どうやらちょっとした結論が出ました。今回のパターンでいくと、色はほとんど関係ないと言えるんじゃないでしょうか。それよりもイカたちにとっては動きがいかに重要かっていうのがよくわかる映像が撮れたと思います。ただ皆さん、実は一瞬だけある魚が映ってたの気づきました？というのは、イカたちが大好物のアジ、紛れて目の前泳いでるんです。私がエギを動かしてる近くを、ほら、アジが普通に泳いでるんですよ。なぜか。アジも逃げないのなんでみたいな。それより何より、エギの方がイカたちの気を引いてるって面白いですよね。だから、結局、このアジの動き自体はイカたちの興味を引いてないんでしょうね。なので、姿形より、いかにイカたちにとって動きが重要かということが分かった実験だと思います。ということでいかがだったでしょうか。はい、面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回やってみてほしい検証とかもあればコメント欄にお寄せください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。